皆さん、こんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。今日もよろしくお願いいたします。さあ、これからですね、1時間、いろいろお話をしながら、そして50分にはですね、ヒーリング開運エネルギーというのを送っていきますので、よろしくお願いします。このチャンネルではですね、いつもは、スピリチュアルをもっともっと身近に感じて理解して、そして人生にミラクルを引き寄せる、そんなコツがわかるチャンネルになっております。もし興味があればですね、最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。そして今日はですね、なんと、悪口を言うと必ず本人に戻りますという、これは永遠のテーマでもあると思うんですけどね、もう誰でもあり得ると思うんです。僕たちもやっぱりなんだこうだ言いながらですね、悪口をポロッと言ってしまうことってありますし、ね、言ってしまう人とかっていう方もいらっしゃいます。反対に言うと、悪口ばっかり言ってる人もいらっしゃいますが、そういう人っていうのはどういうことになっているのか、またはですね、僕たちも悪口を言うということがあるとですね、エネルギーっていうのは必ずやっぱり出したものが戻ってくるようになってるんですね。はい。ですから、悪口といってもいろんな悪口があります。はい、そんなことをですね、今日はいろいろお話ししながら、そしてどんなものはどういう形で返ってくるか、そんなようなことも皆さんと今日は1日、1時間ですね、1日も長した。長いわな。はい、1時間、いろいろ話ししながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃんじゃん。あきさん、こんばんは。よろしくお願いします。もう始まる前からメッセージ書いていただきありがとうございました。あきらさん、皆さん、こんばんは。今回の内容もとても興味深いので、ドキドキしています。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。ね、ついつい悪口を言っちゃう。そんな時にどうしてますか皆さん、みたいな感じのね、お話もできたらいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。そして、ケイコさん、来たー村長、皆さん、こんばんは。とかよろしく申し上げ、よろしくお願い申し上げます。こちらの方こそよろしくお願いします。そうです。これね、僕で、まだ知らない方は、村長ってなぜ呼ばれてるかというとですね、YouTube が5000人ぐらいになった時に、これは村みたいなものができてるなということで、アキラ、ミラクル村っていうのを作ったんですよ。で、僕がいつもムラムラしてるので、ムラムラ村長と呼ばれてるわけなんですが、はい、これがですね、1万人になったら町になるなということで、町長になるというミラクル町、タウンですかね、になるっていう話をしてまして、今8000、500ぐらいですかね、になっております。ありがとうございます。ということで、あと1500人ぐらい増えて、1万人を超えたらですね、町、タウンになって、村々町長になりたいと思いますので、それまで村長も皆様お楽しみくださいませ。よろしくお願いします。はい。そしてそれにかけてっていうわけじゃないんですけども、今ですね、僕の YouTube、最近の YouTube がですね、例えば、アメリカ、英語で、YouTube を見てらっしゃる方、またはチャイニーズ、中国語で、見てらっしゃる方っていうのもいらっしゃると思うんですね。友達が中国人の方とか、アメリカ人の人とかで、そういう人がですね、アキラってどんなこと喋ってんだろうとか、スピリチュアル興味あるんですっていう僕の、このやってる動画がですね、英語とチャイニーズ、中国語の、なんていうんですか、字幕で見たり、情報が英語と中国で見れたりするという素晴らしい機能を、使わせていただいておりますので、英語圏の人、または中国圏の人でですね、はい、興味あるんじゃないかなっていう友達にぜひこんな番組あるんだよ、こんなチャンネルあるんだよっていうことを、教えてあげていただきたいと思います。そして、久美さん、あきらさん、皆様こんばんは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。今日も楽しく悪口を言わずにみんなで楽しくやっていきましょう。そうだよね。ここではみんなの悪口とか誰かの悪口言いまくってたら怖いですよね。皆さん、あきらさん、皆様方、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。はい。そして、シフォンさん、こんばんは。あきらさん、皆さん、お元気ですか？お元気でございます。ありがとうございます。はい。今日も暑かったですが、私も元気にやっております。最近ですね、実は飲み会がすっごく続いてまして、もうなんか、今日ぐらい体の
朝起きた時、体からお酒の匂いがするんじゃないかなと思うぐらいですね、すごく、お酒飲みすぎっていう感じだったんですが、はい、やめられないですね。今日もやめとこうと思いながら飲んだりしてました。はい、少しずつ減らしながらですね、でも、新しい人との出会いとかですね、今出会いがすごく、恋愛ではないんですけど、いろんなビジネスとか、そういう感じで、新しい方との出会いがあって、面白いなというふうにやっております。皆さんは楽しんでいらっしゃるでしょうか。ラッツさん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そして、はじかさん、こんばんはです。いつもありがとうございます。こちらこそ、いつもありがとうございます。ね、今日も楽しくやっていきましょう。そして、ほさそさん、こんばんは。月が綺麗なので、素敵。ベランダで缶ビール飲みながら楽しみます。いいですね。僕もうちのベランダでもうちょっと涼しくない。でも夜は涼しくなってきましたね。風があると結構涼しいです。風があるところでビール飲んだり、お酒飲んだらいいかなと思ってます。僕もベランダでですね、ちょっとやりたいなと思ってます。たかし、ありがとう、ミラクル。今日も頑張ってやっていきたいと思います。森のみさん、森のみ777さん、あきらさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。皆さん、50分からヒーリング開運エネルギーもね、送りますので、楽しみにしててください。そして、中里ゆかりさん、あきらさん、こんばんは、こんばんは。いつもパワーありがとうございます。今日も楽しみです。ゆかりです。ゆかりさん、ありがとうございます。いつも。はい。よろしくお願いします。福前さん、マキラさん、皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いいたします。はい。そして、海城さん、あきらさん、皆さん、今日も会えて嬉しいです。そうですね。最近1週間に2回は最低会えますからね。TikTok とか入れると3回会えますから、ライブで。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。じゃん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 。じゃあ、そして美和さん、こんばんは。ということで、よろしくお願いします。今日は悪口を言うと必ず本人に戻ります。ドキッとした方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。または、悪口を言われたって傷ついている人もいらっしゃると思うんですが、大丈夫です。悪口をですね、陰口で言われる。陰口って結構、あんた言われてたよって、自分に届くようになってましてですね、それで本人には言われてないけど、傷ついたりすることってあるんですけども、大丈夫です。そういうふうにですね、悪口を言ってる人にも必ずそのエネルギーは本人に返っていくんですよというようなお話をね、していきたいと思います。はい。あきあきおさん。言霊って本当に大切だと思います。悪口言わない環境になって自分がとても楽です。いいですね。そうですね。愚痴とかももう一生のことですよね。できるだけ言わない方がいい。もう考えない方がいいってことですよ。愚痴を言ってる時っていうのはかなりエネルギー的にもうそのパンパンになってるってことですね。その怒りとかなんか満たされないとか、いうことがね、はい、そういうことも今日はちょっといろいろお話ししながらいきたいと思います。シスターばあちゃん、皆さんこんばんは、きらさんとよろしくお願いします。こちらこそ今日も最後まで起きてられるかな、大丈夫。このテレビの画面だけオンにしとけばね、はい、ちゃんとヒーリングも受けられますのでよろしくです。はるかさんこんばんはです。2回目、さっき読んだけど、こんばんは、よろしくお願いします。ごめんなさい。けいこさん、こんばんは。一昨日まで久高島にいました。いろいろ気づきがあり、これから直感で生きよう。心に決めて帰ったら注文した直感ミラクルの音が届いてました。じゃん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 。直感を直感に訂正します。ありがとうございます。はい、これはですね。この直感の観察の観になっているのはこっちか、魂とつながってそこから来るメッセージ、直感に従って動いていると人生にミラクルが起こりますよという僕の2冊目の本でございます。ありがとうございます。また読んだら、なんだったっけな、想像じゃなくて感想を聞かせてください。すいません。私、日本語がおかしい時あるよ。はい、皆さんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そして、ちゃん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 。ししまるさん、あきらさん、皆さんこんばんは、こんばんは。よろしくお願いします。なんかこれ、金髪の女性のアイコンなのかなと思ったら、ワンちゃんでした。かわいい。ありがとうございます。もう本当ワンちゃんかわいいよね。もうワンちゃん、うちも2匹いるんですけど、本当に幸せすぎます。寺山美樹さん、あきらさん、皆さんこんばんは、こんばんは。今日もよろしくお願いします。そして、でこちゃん、あきらさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。
久しぶり。篠原さん、こんばんは。ということで、こんばんは。よろしくお願いします。そして、ミキミキさん、あきらさん、こんばんは。夏と秋が入り混じる今日この頃。そうですね。夜になるとちょっと風があって涼しかったりしますもんね。少しずつ、ちょっといい季節が近づいてくると思うと嬉しいですね。なんか夏は辛いとか、いつまで続くんだろうと思ってましたけど、やっぱりこの、ちょっと秋が見え始めてきたとかっていうとなんか嬉しくなりますよね。夜とか歩いててもなんかよくありますよね。人生もこう山あり谷ありでさ、辛い時があるからいい時が楽しめるという、いやこれをうまく季節っていうのはやってるんだろうなというふうに思いますね。はい、ゆうさん、あきらさん、皆さんこんばんは、こんばんは。よろしくお願いします。はい、そして千原さん、ちょっと待って。じゃん。聞いた。はい。実は1年以上粘着されて悪口言われて困ってます。なるほど。その人をブロックしたらそのお友達に荒らされたばかりでタイムラインです。よろしくお願いします。かしこまりました。ねいらっしゃるんです。僕の周りには今あんまりいらっしゃいませんけど、悪口をばっかり言ってそういう風にとか攻撃する人とか、僕に攻撃してくる人とかっていう人も今は少ないですけど、はい、でもいらっしゃいますよね。なんかこの人っていう風になってしまうと、ずっと来る人とか、話そうとしてもなかなかうまくできないとかね。それはこの間、動画とかでお話しした、嫌いな人の縁切り方法っていうんですか、ああいうものもやっぱり関わってくると思うんですね。例えば、悪口を言ってですね、自分のことをすごく困らせる人がいるとします。で、こういう人っていうのはですね、やっぱりいろんな意味があって起こってるわけなんですね。自分に気づかないといけないこととかがあって。で、そういうことに気づいたりすることでですね、または自分がやらないといけないことをやる、仕事を変えるなりですね、何かこう勇気を振り絞って、あなたやめてくださいっていうようなことを言うとかですね、そういうことも、今の篠原さんの場合だと言いましたということだったんですが、それではなかったのかもしれないけども、やっぱそういう意味があって、それをですね、解決していくということで、そういうことがなくなるということもあるということですね。今日のお話は、そこではなくてですね、悪口っていうのを言うと、必ずそのエネルギーは自分たちに返ってくるからやめましょうねということでございます。その辺の内容とかですね、メカニズムとか、僕が霊能者として、感じること、こういうふうに皆さんなってますよ。本当に綺麗に返ってきてますよっていうようなことをですね、今日はお話できたらいいなと思います。そして皆さんのね、なんか多分、私も思います。こういうこと悪口言ったらすぐ戻ってきましたとか、友達がこういう風になってましたっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方とかもいたら教えていただきたいなと思います。さきさん、村長こんばんは、ミラクル。皆さんこんばんは、ミラクル。今日もよろしくお願いしますですね。多分ね、これね、よろしくお願いします。はい。そして、じゃん。さきちゃん、今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。池井さん、キラさん、皆さんこんばんは、よろしくお願いします。えりこさん、ありがとうございます。頼んでいないのに苦言を言ってくる人の心理はと最近考えてます。なるほどね。今日はその辺がもうちょっと分かりやすく言えたらいいなと思います。よろしくお願いします。面白い人います。ミキさん、因果応報って大好き。確かに。でもね、これはね、そうなんですよ。因果応報って悪いことばっかりのような気がしますが、いいことも来るわけなんですね。はい。いいこともどんどん使うといいっていうことです。この時のね、いいことっていうのも、やっぱ心の状態が大切なわけですよね。なんか嫌だなとかめんどくさいなとか、ちょっと違うなとか思いながら人間ってやっちゃったりする時があるじゃん。隣の席の子もやるから私もちょっとやろうとかね。そういうのじゃなくて、本当に自分がやりたい、本当に自分が応援したいっていうものを僕は応援することって大切だと思うんですね。世の中のなんか流れって、みんなで助けて、みんなでとにかく何でも助け合ってっていうような感じになるんですけど、なんかね、僕にはちょっと違うんだよね。もちろん応援はしたいし、もちろんうまくいけばいいな、友達とかだったりね、知り合いになった人とか思うんですけど、なんかね、あるあるだと思うんですけど、スピリチュアルっていうのはやっぱりその人の思いとかその人のエネルギーとかね、なんかいろんなものが分かってくるわけですよね。だからそのエネルギーをちゃんと分かって理解した上でやりたい、応援したいものとかを応援するってことをしたいなってすごく思いますね。
久米さん、ネガティブ感情が出たら、蓋をせず、けれど自分を癒すようにしてます。自分に集中を心がけています。これね、すごく大切なことなんです。それではちょっとね、少しずつこの今日の悪口を言うと、必ず本人に僕ね、この1時間かけて、50分からヒーリング開運エネルギーを送りますけど、なんとなくさ、ゆっくりゆっくり喋るから、ごめんね、なんかみんな結局この1時間の動画を見ないとさ、全体の流れが分かりませんみたいな感じになっちゃうかもしれませんけど、お付き合い、早口言葉でカラ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 でもいいのでね、大切なところは聞き取っていただきたいと思うんですが、まずですね、この悪口っていうものは、先ほど皆さんが言ってたみたいに、言霊のエネルギーっていうことですよね。この、あいつこうだなとか、こうなっちゃえとかっていう風になってしまった。あいつ本当にいつもこうだよねとかっていうようなことっていうのは、やっぱり言霊として、その、自分の中に持ってるエネルギー自体もそんなに良くないものですし、ね、どっちかちょっと否定的なものになってるわけじゃないですか。そしてそれを言葉で言っちゃう。そして言葉のエネルギーがさらに強く出てしまうわけなんですね。だってこれって下手したらさ、相手の人を傷つけたりすることもできるわけです。だって例えば A さん、職場の A さん、あいつ大嫌いとかってこう言っちゃったりしますよね、みんなで。話してたりするときね。そうすると、やっぱりそのエネルギーっていうのは確実に A さんに飛ぶわけです。はい。で、A さんももしかしたらすごく悪い人なのかもしれない。でも、その自分が文句を、悪口を言ったことでですね、そのエネルギーというのは、スピリチュアル、いつも言ってますが、出したものっていうのは自分に返ってくるわけなんです。はい。だから、悪口っていうのは言わない方がいいってことですね。で、この悪口っていうのはついつい言ってしまうものです。はい。その気持ちはわかります。私だって神様じゃないからね。何でも何でも許すっていうわけではないので、もちろんポロッと言っちゃうものもあります。はい。うちの旦那とか結構聞かされてますね。今日こんなことあって大変だったんだけどっていうのは、だいたいうちの旦那にだけ言うね。うちの旦那は誰とも関わりがないので、一番聞いてても害がないかなとかって思うんですね。しかもうちのこうやって聞き流してますから、そうなんだ、大変だったね、へえ、そうなんだって言って、全然止まってないので、それはそれでいいのかなと思ってるんですが、この悪口っていうのはですね、結局、すごく自分の中にエネルギーがたくさんできてしまった時に言っちゃうわけです。それはいろんなエネルギーですよね。怒りとか、嫉妬心とかそういうものなんですけども、これをやっぱり止めておくことがしんどいわけです。人間として。ね、皆さんもそういう経験あると思います。もうこのエネルギー、この怒り、どうやったらいいんだろうって思う人いらっしゃると思うんですね。やっぱりそれをですね、どういうふうにうまく、対処するか、減らしていくかということをできないと、結局、ポロッと出てしまうということですね。でも、悪口言ってる人って自分も言ったこともね、あると思うので、その時とかわかると思うんですけど、結局ずっと悪口言ってる人も、エネルギー、気持ちよくはないんですね。言ったからすごくスッキリするっていうものではないので、言っても、なんか罰が悪いというか、なんか心地よくないエネルギー、結局それがまた自分に返ってきてるからね、また文句を言うようなことが起こっちゃったりするっていうことなんです。はい。だから、この止めておくっていうことも、その怒りとかをね、例えば持ったとしたら、それを止めておくっていうことも良くないので、それをどういうふうにリリースする、この解放するっていうんですかね、っていうことも大切になるということですね。ゆうさん、頼んでないのにママ友からいつもアドバイスをする。それも嫌ね。はいはいって聞いててもね、わかる。そういう人もいるよね。それはちょっと悪口ではないけどね。はい。でも、まだこれ多分続きがありますね。ちょっとそのアドバイスをされて聞いてなかったら文句言う人とかいますよね。そういう人いますよね。いや、別に聞いてもないのに、あんたからいきなりアドバイスしてきて、それをやらないから文句言う人っていらっしゃいますね。もうそういう人はちょっと距離を置きましょうね、皆さん。今日はね、そこがテーマではないですけど。月見ルナさん、はじめまして。嬉しい。ありがとうございます。お邪魔じゃないわよ。よろしくお願いします。はい、皆さん、因果応報ありますね。ありますよ。結構綺麗に来るときないですか？自分がポッてやってしまったことがそのまますぐに返ってくる自分にっていうこともありますよね。やっちゃったみたいな感じの時。僕は結構ありますね。はるかさん、先日から安住アナウンサーのラジオ面白特集を聞いてて、何度も言ってましたね。そんな人はね、いつか長寿なマスが来るそうなんです。これも因果応報ってやつですね。そうです。今日はちょっと因果応報になりそうですけど、これね、僕はあります。
例えば道端ですっごい狭い道なのにめちゃくちゃ飛ばしてくる車とかあるじゃないですか。うわ、危なみたいな。なんでこんな狭い道で人も歩いてるし危ないのに飛ばすんだ。しかもそういう車に限って、そういう車だからっていうわけじゃないんですけど、なぜかエンジンの音がやたら大きくてさ、ワンワンみたいな。ちょっともう。歩いてる、私みたいなおばちゃんすら、その音でびっくりするよみたいな感じって言いますよね。でもそういう時に怒りを持つ必要はないってことですね。なぜかっていうと、これは因果応報になってしまうわけですけどね。そういう人に必ずそういうものが返ってくるわけです。ね、そういう人に迷惑をかけたりですね、ちょっとこう、なんていうかな、それで喜んでるところがある人もいると思うんですね。中には、こんなことあっちゃいけないんですけど、そういう人のものは返ってくるということで、これは因果応報ね。これは悪口言うと必ず本人に返りますと、今日のテーマの、原則ではあるわけなんですけどね、そういうことが起こってるっていうことです。だから気をつけたいっていうことですよね。これはもうね、本当に他人がそういうふうにやってると、ああ、やっちゃってるなっていうふうに見てるといいってことですね。もちろん自分の子供とかがやってると、そういうものがね、返ってくるんだよ。だからやめようねっていうのを、言ってあげるともちろんいいと思うんですけどもね。海島さん、すべて自分の鏡でしょうね。そうですね。鏡でもあるし、本当にそういうエネルギーの流れができてるってことですね。だから、なんか、誰かがなんか他の人にやったっていうことに対して、自分にないことを怒ったりする人とかっているじゃないですか。ね、それとか悪口とかバーって言ったりいじめたりしてる人を見て、でも、もちろんやめなさいみたいなことを言うのはいいかもしれないんですけども、そのことに対して怒ったりとか、私が成敗してあげるとか、そういうことを考える必要ないってことですね。だって悪口言った人に戻ってくるから。っていうことです。今日最終的に言いたいのはそういうことです。ね、先ほどもちょっといらっしゃいましたが、悪口言う人ってやっぱりね、強いエネルギーを持ってるんですよ。怒りとかそういうものをね。で、自分の中が満たされてないっていうのもあるので、すごくネガティブなエネルギーが強くなってたりするわけですね。で、そういう人によって、やっぱり傷つけられたりとか、いじめられたりとか、嫌な思いされることってありますよね。そんな時ってありますけれども、そういう人っていうのは自分で自分のそういう悪口の種をまいているっていうことなので、もうなんか、ああ、また言っちゃった、この人、なんか帰ってくれるんだろうなっていう感じで見とくといいってことですね。野上さん、こんばんは。よろしくお願いします。ゆうさん、悪口もそうだけど、悪く捉えるエネルギーも一緒かな。そうなんですね。これもやめた方がいいということですね。さっきも言った通り、悪口を言うときっていうのは結局自分の中にその重いエネルギーがうわっと大きくなってもうアップアップになるってことですね。だからこれをどうにかして、発散しないといけない。そのエネルギーがいっぱいになっちゃってる。ネガティブなエネルギーって。そんなイメージです。はい。だから悪口を言うと、ちょっとそのエネルギーが発散されるので、ちょっと楽にはなるんですけど、結局その中の、悪くない、悪いエネルギーというのは何も変わらないので、え変わらないっていうことですね。はい。で、そう、だから悪く唱えるっていうこともやめた方がいいということです。だからそういう風になって、ポンパンになってる時っていうのは、いつも言ってるみたいに深呼吸をするとかってしてですね、自分の中に、あとはまたそういうなんか、怒ってる時っていうのは、何かこう、感情的になってたり、自分は関係ないことでもすごく怒ってたりすることってあると思うんですね。そういうものを冷静に見た方がいいということですね。うさぎさん、悪口、愚痴でしょうか？愚痴、悪口でしょうか？ですね、愚痴はまたちょっと違うけど、愚痴もやっぱり、言霊としては良くないですね。ネガティブなことを言っているので。ただ僕思うんですけど、愚痴はね、家族とか、そういう人で聞き流す、うちの旦那みたいに聞き流してくれる人とかには、ちょっと出してもいいかもね。なんかこう、悪口っていうのはこう、意図的に悪いものがあったりとかするものであって、でも愚痴もそうだね。上司の愚痴とかそうだもんね。やめた方がいいですね。すいません。今そういうふうに見ると、でもそういう、これはいいのよ、これはダメだよってなっちゃうとみんな分かりにくくなるからやめた方がいいってことですね。愚痴を言わないように自分の中でこう処理するっていうのかな、そういうことも大切ってことですね。幸子さん、こんばんは、ミラクルいただきました。今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい。秋秋穂さん、
私の実妹は、って読めるの、これ。家族に当たる性格です。家族に当たる性格です。なるほど。そして職場の人にいじめられています。因果応報だと気づかないみたいです。だから距離を置いてます。いいですね。そうです。皆さんもね、冷静に見ると、そういう風に綺麗になってるので、今度見ててください。悪口言ったりする人、悪口を言って周りの人を傷つけてる人、そういう人って必ず帰ってきます、どこかで。で、もうね、それをやってる段階でその人は幸せじゃないんですよ。だからもう帰ってきてるんだけどね、すでにそのやってる状態で、はい。だから、そういう、自分が悪口を言っちゃったりすると、今のなしなしって言ってもらって、なんか綺麗な言葉で、僕はやってますね。ポロッと言っちゃうときってあるじゃないですか。なんとか、ここだねとか、つって言っちゃったりすると、でもこういうところもあるよね、みたいな感じで、ちょっと濁したりしますね。いいもので終わらせたりってことで、でも、距離を置くっていうことは大切ってことです。本当にこの綺麗に起こってますからね。はい。シェファンさん、悪口言われたくないから言わないように心が、そうです。まさにそうです。自分が言うとね、言われちゃうのでね。はい。そういうエネルギーを作らない。これもね、綺麗になりますよ。悪口を言わないようにって自分で意識をし始めると、本当に悪口だけじゃなくって、そういうなんかちょっとネガティブな思いを持つ人なんかも、自分の近くから減っていく感じが起こるんですよ。本当に。だからやっぱり自分のあり方が大切ってことですね。因果応報って今日ね、皆さん言ってますけど、結局は全部そこに行っちゃうんですけど、自分の心の状態が全て自分に返ってくるってことですね。そこまで言っちゃうと今日は悪口だけなんですけど、そう、だから気をつけること大切ってことですね。たかし、ここ何回か旦那さんのことをのろけてますよ。いや、のろけてないわけじゃない。ただそういうことってことですね。はい。でも、そうなんです。のろけてはないです。すいません。みきみきちゃん。悪口言う方は今ある幸せに気づいてないのに寂しい。これもありますね。そう、ここでみんなと話してるとこういう気づきがあるから面白いなと思うんですけど、そうなんですよ。僕もね、あんまり悪口とか言わないようにしてるし、悪いことが起こっても結構ね、いい方を見たり、いや、ここはこうだよね、よかったよね、みたいな感じですることが多いので、僕もあんまり悪口も言いたくなるとかってそういうことにはなりにくいんですけど、そうかもしれないですね。悪口を言っちゃう人っていうのは結局、悪いところにだけ目がいっちゃって、そこにすごく自分が執着してたりしてるってことがあるってことですね。だから反対に言うと、皆さんも、悪口言っちゃったとか悪口言いたくなる、そういう心境になるっていうのは、もうこれは誰でもあると思うんですけど、それがいいとか悪いとかではなくて、その後どうするかなんですよね。だから、さっき言ったみたいに深呼吸するとかっていうのもいいと思いますけども、なんかでもここはラッキーだよねとか、それとかラッキーなこととかに目を向けるってことですね。だって人生なんてさ、100% いいなんてないんだから、どう見たっても、なんかここはこうだよねとか、ここはこういうふうにされたなとかっていうことってあるわけですよ。ね。でも、それをいちいちずっと思ってても仕方がないってことですね。だからいいこともあるので、今日もね、僕あったんです。これちょっと例え話していいかどうかわかんないんですけど、ランチにご飯を買ってきたんですよ。ね、テイクアウトで。で、テイクアウトの時に、ちょっとある天丼だったんですけど、天丼のタレを少なめに一つしてくださいって言ったんですね。そしたらなんか店の人がさ、おじちゃんだったんだけど、なんか、ちょっと今打つから、みたいな感じですごく言われて、聞いてんの大丈夫かなと思いながら、で、バーってやってお金も払って、で、それで確認してくれればいいじゃん。一つ、タレ少なめですねって。そういうのもなかったのね。でももう一回言うのも嫌だったからさ、もう嫌と思って、もう普通でもと思って帰ったんです。で、帰ったら、少なめになってたんですけどね。でもなんか、それでさ、あいつとかと思っちゃったら、なんか僕自身も楽しくないけど、もうなんか、天丼ができるのを楽しみにしながらですね、僕の大好きな天丼を食べて、幸せになって、それで忘れましたけど、そういうことがすごく大切ってことですよね。シスターラバーちゃん、
人の悪口を言ったりすると、その人も自分のことを同じように思うものよって教わってきたので、すごい素晴らしい。考えるとあまり悪口は言えないかな。あ、いいですね。あ、でもシスタラバハッチは言わなさそう。そうなんですよ。それはね、やっぱり思考がそういう風になってるってことですね。反対に言うと、悪口ばっかりを言っちゃう人っていうのは、そこに思考がいってるってことなんで、どちらかというと、悪いもの、人の悪いところ、そんなところに、自分の意識がいってしまってるかもしれないですね。だからよく見てた方がいいですね。だってそれが返ってくるから怖いじゃないですか。返ってくるものを自分で飛ばしちゃうっていうのはね、本当に怖いことなのでやらない方が皆さんいいってことですね。はるかさん、うちの姉がね、よく怒るんですよ。そうなんだ。それも街で見かけた人も年いってるのに、ミニスカ履いてる人とかで、いいじゃんね、そんなの。迷惑かけてないんだからほっときなよって言うけど、年してってね、もうおわらは自分が履きたいんか。なるほど。いますね、こんなどうでもいいようなことに怒ってる人。こういう人は本当に常に自分の中にね、ちょっと、はるかさんのお姉さんなので、こういうこと言うと悪いですけども、自分の中に常にそういう怒りとか、なんかネガティブな思い、そういうところに意識も向かっていて、悪口を言ってるってことなので、結局自分がそのエネルギーを持ち続けてるってことですね。というとですね、そういうものがバンバン返ってきて、さらに怒りを持ったりする人になってしまっているということです。そこに気づいて僕たちは、そのループから外れないといけないということですね。はい。けいこさん、批判するのも同じエネルギーなんでしょうか？責任を果たさずに周りに迷惑をかける人を批判していました。責任を果たさずに周りに迷惑をかける。これも実は同じなんです。僕の中では、って思われる方もいらっしゃるかもしれません。なぜかというとですね、この責任を果たさずに周りに迷惑をかけているという社会的通念に反していると思われる方がいらっしゃいましたね。残念なことにね。でそういう人に対してダメじゃないかと言って、こう言う人もいますけども、結局ですね、これも、本人の中では自分の正義感からやってるんですが、スピリチュアル的エネルギーで見ると、そこは怒りなんです。そしてこの批判する人は、その怒りを自分だけに留めないで、周りの人、その本人、または下手すると、その場のエネルギーにすら、ネガティブなエネルギーをぶちまけてですね、そこで、例えば、なんかわかんないけど、美味しく、アイスコーヒー飲みながら、今日幸せだねと思ってる人がたまたまその横にいたら、その人にもそういうエネルギーを投げかけてしまってるということなんですね。はい。ですから、悪口、これは批判する。その人の正義感から来る批判であっても、やっぱり気をつけないといけないってことですね。僕は思うんですけど、だからって、じゃあ何も言わないといけないのとか、なんかそれで困ってるとか、その人が本当になんかこのまま放っておくと危ないなと思う時とかもあるじゃないですか。そういう時っていうのは、その時の心の状態をちゃんとチェックするってことですね。怒りを持ってやってはいけないっていうことです。はい。本当おもろい姉です。そうですね。はい。みやちゃん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。あかむさんもこんばんは。って遅くなりました。全然大丈夫。よろしくお願いします。はい。シスターダばあちゃん、職場では愚痴の聞き役が多いかも。なるほどね。これもちょっと気をつけないといけないってことですね。愚痴を聞いてくれるシスターダばあちゃんみたいに優しい、あ、そうだったんだって聞いてくれる人にはね、やっぱり言いたくなるんですよね。それでさっぱりするから、したいような気になるからね、その人はね。でも愚痴を聞く人って、確実にさっきも言ったみたいにそのエネルギーを受けちゃってるので自分がしんどくなったりすることがあるんですね。はい。ラバーちゃんとかはそういうのね、ちゃんとなんていうかな、コントロールできてるのかもしれないけど、そういうことは気をつけた方がいいっていうことですよね。はい。みしろさん、コロナ疲れで波動が下がってしまったんで、さっき車で海行きました。三つくらいで癒されました。いいですね。いいと思います。はい。海で癒されてきて素晴らしい。ちゃんとそうやって分かっていて、そしてそれで対処できるということが素晴らしいことだと思いますね。はい。うさぎさん、やっちゃいけないかもですが、めっちゃ愚痴言ってしまいます。でもストレスたまに自分を抑えてしまうと思ってしまい、溜めたものを言ってしまいます。そうですね。ですから、それがあると思ったら、一つ二つとかだったらもう仕方ないんですけども、もしたくさんあるんなら、さっきの、運動するとかね、
または運動して発散するエネルギー的にとか、意識的にそのエネルギーを発散するっていうようなことをやる。または、その愚痴が出るってことは、ネガティブなこと、悪いことばっかりに目がいってるってことです。だから、そういうものではなくて、良いもの。今この状態でも私はこういういいところもある。またはこうなるかもしれない。私にはこんなものがあるっていうようなものに目を向けて、そこを伸ばすとか、そこにありがとうっていう気持ちを常に持ち続けるということにも大きく変わってくると思いますね。はるかちさん、さんまさんが昨日言ってました。若い頃、東京では関西芸人をよく思われてなくて、プロデューサーからさんまではなく、岩しくんと言われてたそうです。嫌だね。でも人気出てから久しぶりに出くわして、腹立たしさがあったけど、さんまくんと言ってハグしてきたと。なるほど。なので、蹴り飛ばしたかったけど、ハグし返したんです。すごいさんまさん偉い。これぞ、抱き前らせるですね。この言葉失礼かしら。知りませんでした。しかも読み方が合ってるかもわかりませんが、いやー、さんまさん、大人ですね。いや、そういうところが、さんまさんが大きくなる原因でもあると思います。ちょっとごめんね、私、顔が見えなくなっちゃうから。そうなんです。いや、本当このぐらいでいいと思うんです。世の中には本当にいますよね、そういう人。なんでこんなエネルギーとか言い方するんだろうっていうようなことをやって。でもね、知り合いになっていくと変わったり、こういうふうに、ちょっと有名になっていくと変わっていったりっていう人。もう僕の場合ね、この人ちっちゃいなと思いながら、はいはいって言っても、そうですかみたいな感じでやってますよ。そのぐらいのでっかい心意気で自分がいた方がいいってことですよね。細田さん、悪口じゃないけど、最近立て続けにチャリンコが乗ってたら、おこうし兄ちゃんも言われました。瞬間的に腹が乗ってたら歩行者兄ちゃん、兄ちゃんも言われました。瞬間的に腹が立ったけど、このおっさん生まれ変わり1回目、またつぶやいて、笑顔顔してあげます。いいですね。それでいいと思います。はい。もうやらなくてよかったってことですね。これね、面白いです。今日もね、言ってたんですけど、皆さんにすごく気をつけてほしいと思うんです。これね、悪口を言うと、その人に良くないことが起こる。そのエネルギーがそのまま変えるっていうことなんですね。で、じゃあどういうエネルギーを変えるかっていうと、例えばですね、さっき言った、売り言葉に買い言葉みたいな、お前、なんやねん、こらって言っちゃったりするとします。そうすると結局、怒りのエネルギーが返ってきてですね、誰かに怒鳴られたりとかっていうことがあったりするわけなんですね。はい。でもそれを止めるっていうことが必要。だからこの売り言葉に書き言葉はやらない方がいいってことなんですね。あと嫉妬もそうですね。嫉妬から出てくる悪口ってあります。はい。でもそれも結局自分が今度嫉妬されたり、自分がなんか良くないと思われて、嫉妬に近いような形のエネルギーが返ってくるっていうことなんで、これも気をつけた方がいいってことですね。あと、いじめをする人っていらっしゃいますよね。この職場とかでなんか自分の鬱憤を晴らすために弱そうな人をいじめたりとか、仕事分かってない人に教えもくれたいのに、お前できないっつって反抗をして、ね、そういう悪口言ったりする人っていますけども、そういう人っていうのはやっぱりその人自身が、なんていうかな、幸せじゃない、満たされてない、または自分が誰かに押さえつけられているような立場であって、そのエネルギーをもうどうしていいか分かんなくて発散している人っていらっしゃると思うんですよね。はい。でも必ずその人にはその同じようなことが返ってくるっていうような形にスピリチュアル的にはなっているということですね。みちみさん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい。そして、あきあきゅうさん、人生をやり直すには、まず言葉をきれいに使おうって聞きました。あと悪口言うとその陰で2倍自分の悪口を言われるとも聞きました。なるほどね。これ2倍かどうかわかんないんですけど、自分が出したエネルギーっていうのは必ず少し大きくなって帰ってくるわけなんですね。はい。だからこれはいいことも一緒です。誰かを助けたいとか、誰かを応援するとか、そういうようなことをすると少し大きな形で帰ってくるってことなんですね。だから、ここにいらっしゃる方っていうのはスピリチュアルに興味がある人が多いと思うんですよ。で、スピリチュアル的な、例えば自分がそういうスピリチュアルからメッセージを伝えられるとか、ヒーリングができるっていう人はですね、僕ガンガン使うといいと思うんですね。ヒーリングとかも、
宇宙のエネルギーとか使ってるので減るものじゃないじゃないですか。ね、だからこの何か機会があったり、ちょっとしんどそうにしてる人がいたら、やってあげれる人だったらやってあげるとか、そういうことをどんどんやるといいと思うんですね。そうすると、この良いエネルギーをどんどん自分に流す、自分で外に向けて流すことになるので、そのエネルギーがまたこう自分に大きくなって帰ってくるということなんですね。はい。これの反対が悪口だということです。だから悪口はやらない方がいいですね。ということですね。はるかさん、そうなんです。だから私は姉と会わないので、ますます会うのが苦手になってきました。いいんじゃないですか。別に会わなくてもね、大丈夫です。他の人と会ってください。まいさん、きらさん、皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。みきみきさん、本当これから発する言葉大事にしなきゃです。そうですよね。まあでも人間ってすぐ忘れちゃうの。私もそうなんですよ。こういうふうに偉そうにここで言ってますが、私も人間だからね、ついつい言っちゃったりすることってあります。でもその時その時に、あって思うことが大切なんですね。しかもこういうふうにみんなで話してると、あ、そうだ、最近またちょっと言っちゃってるかもとか、そういうエネルギーになっちゃってるなっていうふうに気づくじゃないですか。っていうことがいいと思いますね。だからこういうふうに皆さんとこうお話ししてることってね、すごく、僕自身も勉強になるし、いいなと思いますね。はるかさん、悪口から外れちゃいますが、近所のおばさんはあちこちからかわいそうな話を聞いてくるんです。そしてって、続きがある、ちょっと続きがあるので待ちましょう。はい。森のみさん、人のことはあまりよく言わない人は私のことも言ってるんだろうなと思うので、どうしても距離を置いてしまいます。あ、それでいいんじゃないですか。そういう人っていうのは本当にどこに行ってもやったりしてるのでね、結局、その人のこう考えてる視点がそうなってるってことなので、みんなの悪口を言ってるのに、森のみさんだけをベタ褒めするってことは、あるかもしれないんですけど、ほとんどないし、そういう人に別に褒められてさ、森のみちゃん大好き、私と一緒にいようって言われても言えないの。あんたのは宇宙のエネルギーと一緒にいたくないよ。そうですね。距離を置くこといいと思います。うさぎさん、直接相手に伝えてもなかなか難しく自分で消化しようと思っても消化不良になってしまいます。そうですね。だからその方法を探してくださいということですね。そこにも結局相手に伝えても治らないとかっていうそんなもんなんですよ。人っていうのは自分がやっぱり気づかないとダメなわけなんです。僕もよく言われます。霊能者だからなんか何回例えばですよ、私の姉が私の兄が、こういう感じになってて、あまり良くない方に行ってて、いつもね。で、スピリチュアル的に見ても、こういうことに気づいて、こうしたらいいと思うんですけど、なかなか本人は気づかないんです。で私が言っても、いつも喧嘩になって言わないんです。だから、アキラさん言ってくださいとかって言うんですね。でも、僕が言ったところで変わらないんですよ、そういう人って。ね、本当に何かがあって、例えばちょっと辛いことがあって、このままでは本当にダメだな、何か変わらないといけない。まあ、ね、変な話、病気になるとか、そういうようなことになってですね、変わりたいと思った時に、やっぱり宇宙とかはですね、その人に必要な人を合わせてくれるようにしてるわけなんですね。だから、変える必要、そんな人に対して、どうにかしようとか、ダメだなとか、なんとかどうしたらいいんだろうとか考える必要ないってことですね。もうはい、あと頑張ってねみたいな感じで、見守る。あとは自分を守る。自分の立場を守ったりするということが大切ということで、そこに一生懸命になるということも必要ということですね。はるかさん。ごめん、送っちゃった。全然大丈夫。そのおばさんは他の人に、あの人かわいそうにと言うんですが、結局自分もそういう状況になってきてるんですよ。何にしてもあまり良くないのは、聞くのも言うのも控えた方がいいです。そうですね。かわいそうって言わない方がいいよね。かわいそうって結局さ、なんか、自分は幸せだけどあんたは不幸ねって言ってるようなもんですからね。かわいそうじゃなくて大変ねっていう風な言い方を僕は言いますね。はい。まあ、これも、悪口ではないけど、同じ言葉が結局返ってきてるってことですね。はるいたさん、こんばんは。はじめまして。よろしくお願いします。皆さん、50分からヒーリング開運エネルギーをめちゃめちゃ強いのを送りますので、楽しみにしてください。はい。じゃんじゃん。じゃんじゃん。みちみちさん。人に対して怒りが湧くだけで疲れちゃって自己嫌悪になりますよね。どんどん怒りって膨らむしね、どうしたものか。そうです。ですから、それはちょっと今日とはまた違う話になるんですけども、自分の中に持ってしまったネガティブなエネルギーをどういうふうに対処するか、どういうふうに減らしていくかということって、やっぱりあるんですよね。はい。自分に合う方法とか、ここだったんだっていうのが見つかると、すごく自分が楽になるので、
いろいろ探していただきたいなと。またね、このライブでもお話できたらなと思ってます。杉山さん、クラゲ今年海行ってないならそうですね。あんまり行かないね。でももうクラゲ出ちゃってるんですよね。はい。そして、シファンさん、これだけ暑いとイライラして怒りっぽくなっている人多いんじゃないかな。だと思います。はい。でもそれも自分が、だからってみんながイライラしてるわけじゃないのでね。やっぱりイライラしてる人っていうのは、ちょっと考え方とか見方を変えらせるということが必要ということですね。はるかさん、抱き参らせるね。ひふみ真治という本に、悪よを抱き参らせよという言葉があって、神様は悪も善も共に悪も善もないのだということで、あとは調べた。全然わかんないじゃん。ありがとうございます。ちょっと調べていきたいと思います。でも結局そういうことですよね。同じものが同じエネルギーで返ってきているということ。まあ、もっと深いですね。悪も善も共にないのだっていう、まあそういうことですけどね。だから、いいとか悪いじゃなくて、自分がこういう風なエネルギーが返ってきてほしいと思ってそうしておくといいってことですね。杉山さん、自転車も車も運転している状況で、その人の状況、動態が分かるよね。優しくない感じがしたら、大体自分から避けてる。あ、面白い。はい、そうですね。車って出てくるって言いますもんね。確かにそうなんだと思います。消化不良よくわかる。確かに相手は変わらない。そうなんですよね。ゆかりさん、身内の悪口を聞くのもなんだかね思います。私は悪口言うと疲れるので言わないようにします。いや、本当そうしましょう。もうね、他人は他人なんです。自分はとにかくやらないでおこうということですね。はい。それが大切ってことですね。ゆうさん、自分では悪口の言っているつもりじゃなくても、そうなの。だから本当に気をつけて、ここに続くと思う。相手が悪口と変換して捉える場合もあるんです。ああ、なるほどね。これはまたちょっと違う問題なんですが、でも、ユウさんが自分が悪口で言ってるっていうつもりでなければ、まあ、そういうエネルギーがあんまり出ないので、でもそういうふうにもし言われたとして気をつけるといいってことですね。これはちょっとエネルギーとか悪口っていう問題ではなくて、ユウさんの伝え方がもしかしたら、ちょっと言葉足らずとかあるじゃないですか。死語がなくて話す人とかって言いますよね。ああいう人って誤解を受けたり、全然そんなつもりがないのになんかぶっきらぼうに話すことでなんか怒ってるのかなと思われる人っているじゃないですか。そういうちょっと違うことが起こってるかもしれないので、そういうところを見るといいかもしれないですね。決して自分が悪い気持ちから怒りとかから出てるのでなければ大丈夫。今日の悪口を言うと必ず本人に戻りますよっていうものではないと思いますね。のぶちゃん、怒りで肝臓から目に異常出ました。怒りなくしましょう、のぶちゃん。危ない危ない。そうです。あんまりね。そう、やめときましょう。みきみきさん、強いの好き。正しい。これ、ヒーリングとかああいうエネルギーの話です。かしこまりました。あと4分で、お送りしたいと思います。楽しみにしていてください。皆さん、執着しない人は人、自分は自分と考えて生きることが大切から。そうですね。もう本当にね、家族ですら、やっぱり他人は他人なんですよ。その人をこう変えることとか、その人自分の思うがままにっていうことなんて考えること自体が間違ってるし、なんですよね。だからこそ人生は面白いなと思うんですけど、だから自分ももっと大切にしないといけないということですね。はい。相手もそういうふうにできないということですよね、自分のこと。あけはきふさん、自分を大切にすると周りの人たちが悪態つこうが全く気にならなくなりました。素敵。人は変わらないからな。自分に集中するんだ。まさに私の今言ったことですが、素敵でございます。はい。杉山さん、怒りって怒りそうだよね。自分の体に出るなんて本当だよね。体に出る人もいるもんね。怒ったことでさ、なんかジンマシンが出てきたりとかね、もういいことないよね。全然。はるかさん、そうそう悪口ばっかり言うおばさんがいて、ある時はお孫さんがエレベーターに乗ってたら知らないおばさんたちが誰かの悪口を聞いてた自分の祖母のこと悲しい。そんな祖母と知らないから腹立ったみたいですが、言われても仕方ない人とは本人に帰れるつらい。確かにちょっとそれつらいな。それですら聞き流しましょう。はい。もうそういう時僕はね、結構、うちのおばあちゃんのことじゃない。大丈夫、大丈夫。とかって思うようにしてます。はい。みつこさん、こんばんは。明日の活動料理してたら遅くなってしまう。大丈夫です。まだこれからヒーリングエネルギーを送りますので、よろしくお願いします。笑える。はい。そういうことで、ね、ちょっとまあ時間になってきたので、まとめていきたいと思うんですが、やっぱりですね、悪口を言ってしまうっていうのは、どうしても人間の、なんていうかな、心理というか、誰にでも起こりうることだと思うんですな。たかし、悪口の定義とはということで。悪口の定義とは、はい。これはですね、今日僕が言ってるのは、スピリチュアル的に見た悪口ですね。これを定義で言うと、自分の中に怒りとか、
怒りとか、他に嫉妬とかですね、こうしてやろう、ああしてやろうとか、自分の中にネガティブな思い、感情を持った上での言葉として発するものです。それは人の批判かもしれないし、あの人ね、こうなのよって陥れるものかもしれないし、自分のこのなんかな、上司とかがムカつくからって言って、そのムラムラとしてるですね、あまり良くないエネルギーを発散するために出してしまう。これのネガティブなエネルギーを持ったこと、そしてそれを口とかから出てる言葉に合わせて外に出してしまう。これが僕の今日の言ってる悪口です。そういうものはエネルギーで大きく自分から出してしまっているので、必ず自分に少し大きな形で返ってしまう。ってことですね。はい。ですから、そういう悪口、自分の心の中とかもよく見てですね、そんなことを言わないように、そしてもう一し、そのネガティブな心を持ったら、なぜそれを持ってしまってるんだろう。それをじゃあどうしたら減らしていけるんだろう。どうやったら発散ができるんだろう。または、悪いところだけではなくて、いいところに意識を向けるとかっていうようなことを自分でやっていきましょうっていう話でしたね。はい。でもこれがまとめになったと思います、今日。久美さん、悪口聞いても笑い飛ばすユーモアセンスと強さ欲しいです。そうだよね。ああ、大変だねみたいな感じでね、そのぐらいで、そこの席を去るとかいいかもしれないですね。はい。ケイコさん、つまり自分を大事にってことですね。いや、もうこれめちゃくちゃ大事です。これ皆さんやってください。はい。もうこれができるようになると本当にね、他人のことなんかどうでもよくなってきますからね。はい。ということですね。はい。ちょっと待ってください。福前さん、説法で不平不満、愚痴、怒りは未読かなと聞きました。いや、本当にそうです。はい。愚痴、ね、怒り。これも結局は出てくるエネルギーがそういうものである。そなたの考えの思考がそういうふうになってますよっていう、ね、教えなんでしょうね。金木さん、大遅刻です。村長こんばんは。ヒーリングの時間には間に合った。さすがでございます。皆さんこんばんは。まとめてご挨拶で失礼します。全然大丈夫です。ありがとうございます。はい。モンチッチのヒーリングスタンバー OK です。かしこまりました。はい。そして、ユーモアセンス私も欲しいです。ということでございます。はい。ということで、お待たせいたしました。ということでですね、悪口をついつい言いたくなるようなエネルギーを持ってしまっている方はですね、これから流すヒーリング、回遊エネルギーで、自分の思考、体からですね、吐き出す、そんなイメージを持ちながらですね、一緒にエネルギーを受けていただきたいなと思います。はい。ゆかこさん、あきらさん、皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。全然間に合って、ギリ間に合ってます。よろしく。はい。では、これからヒーリングを送っていきたいと思います。この画面の前にですね、お水の入った、またお茶、コーヒーでもいいんですが、ペットボトルを置いておくと、コップに入ったお水とかでもいいんですけども、そういうようなものを置いておくと、このヒーリングの波動が移りまして、波動水というのができるんですね。はい。そうすると、それを飲んでると、明日とか明後日とか、ちょっと元気欲しいなとか、ビタミン剤に飲むようなもので、元気欲しいなと思うときに飲んでいただくといいってことですね。そしてこれからヒーリング会エネルギーを送ります。全く感じない人もいるかもしれません。でもそれでもですね、必ずエネルギーは流れてますので、アキラさんからヒーリング会エネルギーもらって、よし、よくなるぞっていうふうな思いで受けていただくといいってことですね。三読、ありがとうです。すいません。ありがとうございます。はい。そしてですね、感じる方は、皮膚とかのですね、微妙な反応に意識を向けてください。皮膚がピクピクしたり、ざわざわしたりですね、ちょっと体の柔らかいところ、お尻の皮とかが、痒くなったりとか、あと熱くなったり、冷たくなったりっていう形で出てくるかもしれません。これがいわゆるそういうヒーリングとかスピリチュアルなエネルギーを感じたりしていることなんですね。でそれが、これかなっていうふうに感じたりすると、どんどんこれからまた、このヒーリングを受けていただくとですね、より分かりやすくなったり、より、受けることがですね、強く受けたり感じるようになるということになりますので、ぜひそういうものを初めての方も今日はいらっしゃいましたので、受け取っていただきたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとお湯を飲ませてください。まずは、左手からヒーリングエネルギーを送り始めています。このヒーリングエネルギーというのは、
あなたの体の調子の悪いところ、そういうところを癒してくれたりですね、または心の傷、トラウマとして過去に持ってしまった心の傷なども癒してくれる、そんなエネルギーをどんどん皆さんに送り始めています。ビリビリ来てるって言ってる方もいますね。はい、このエネルギーを体全体で受け取る、そんなイメージを持ってください。そして、右手からはですね、開運エネルギーを送り始めています。この開運エネルギーというのは、僕の持っているこのですね、今すごく上がりいい感じのエネルギーを皆さんに送っています。このエネルギーを受けるとですね、何かいいことが起こる、そんな感じのエネルギーになったり、または自分が常にやりたいと思っていてもできない、そんなことをですね、背中をポンと押してくれるような、そんなエネルギーです。今、ヒーリング、開運エネルギーをどんどん皆さんに送っています。両手がビリビリいいですね、みちみちさん。はい、皆さんもですね、手のひら、足の指、首とかですね、いろんなところが、ビリビリ来たり、痒くなったり、熱くなったり、冷たくなったりっていうのを感じるかもしれません。体の変化をよーく見ておいてください。引き続きヒーリング、開運エネルギーをどんどん皆さんに送っています。では、このエネルギーを体の中に取り入れていきたいと思います。まず、鼻からゆっくり息を吸うと、喉、胸、お腹のあたりが熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときは、あなたの体の調子の悪いところのエネルギー、いらないエネルギー、怒りや嫉妬などあれば、そのエネルギーも口から出て地球に帰るところを想像してください。ここがめちゃくちゃ大事です。今日の言っていた悪口を言う人というのは、この自分の中に嫉妬や怒り、そういうものがたくさんになってしまっている。それが飽和して出てくるような状態です。ですから、自分の中のいらないエネルギーを捨てることがとても大切になってくるということです。もう一度鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの体がどんどん熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときは、あなたのいらないエネルギー、ネガティブなエネルギーを吐き出し、地球に戻してください。もう一度だけ鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの頭の先から足の先まで熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出し、あなたのいらないエネルギーをすべて吐き出したと思ったら、普通の呼吸に戻してください。今、引き続きヒーリング、開運エネルギーを皆さんに送っています。もう、皆さんの体にはですね、ヒーリング、開運エネルギーがいっぱいになって、自分の体から溢れ出てくる、そんなエネルギーを感じ取ることができます。それでは、自分の体から溢れ出ているヒーリング開運エネルギーを、今度はあなたの愛する人、家族や友人、職場の人などでエネルギーを共有したい、またはですね、元気になってほしい、そんな人に送ってあげてください。そうすると、あなたから出ているヒーリング開運エネルギーを受けた愛する人は、笑顔になり、そして元気になっていくのがわかります。このようにあなたが良いエネルギーでいれば、あなたの周りの人も何もしなくてもですね、元気に、そして良いエネルギーになっていく、そんなことを覚えておいてください。引き続きあなたから出ているヒーリング開運エネルギーを今度は自分の体の調子の悪いところがあれば、そこにどんどん投げかけてあげてください。そして、波動水を作っている人は波動水へもっとエネルギーを流し、ブレスレットなどエネルギーを注入したいものがあれば、そこにもエネルギーを投げかけてあげてください。そうすると、
あなたを中心にいろんな角度でエネルギーが今出ています。このいろんな角度に広がる自分から出ているエネルギーがあなたのエネルギーを前向きに、そして強くしてくれる、そんなエネルギーを感じてください。ね、今、天候が暑くてですね、体の調子の悪くなっている人もたくさんいらっしゃると思います。今日はちょっと特別にですね、そういう世界中の人たち、または地球に対してもですね、もっともっとヒーリングエネルギーを流して、地球全体が、宇宙全体がもっともっと優しくヒーリング、癒されて、良いエネルギーってなっていくのを想像して、宇宙一面にこのヒーリング感エネルギーを流してください。このように皆さんと私の間にこの流れているヒーリング感エネルギーが皆さんが地球、世界に、そして宇宙に向けて癒しのエネルギーとして流す。そして宇宙が癒されていく。そんなイメージを持つことで私たちの周りのエネルギーもどんどん大きく変わってきます。そんな姿を思い浮かべてください。最後に今日も楽しいお話をありがとうございました。悪口っていうのはですね、どういう時に起こっていて、どんなことが起こっている、そういうことに、今日お話できたと思います。できるだけ悪口を言わないように、そういうエネルギーを流さないようにしていただき、辛い時はですね、深呼吸をするなど、または、良いところに目を向ける、そんなことをして帰っていっていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、強いエネルギーを送ったので、頭が痛くなっている人とかはですね、水を飲んで、ゆっくり深呼吸2回ぐらいすると落ち着きますので、やってみてください。他の人もですね、よかったら水とかお茶を、お茶とか、お湯とか飲んでおいてください。体が熱いです。ポカポカします。言ってますね。ありがとうございます。なんだか今日は胃のあたりが暖かい。ありがとうございます。1週間頑張ってよかったです。おととい入院した母にエネルギーを送ってあげます。いいと思います。あげてね。良くなりますように。ミカさんもこんばんは。ありがとうございます。ジミさん、足元ビリビリしてて、うちのうさぎが捕まりに来たが受け取ってる模様。なるほど。よかったです。村長、村長、今日は赤とオレンジに見えました。いいですね。暖かいパワーのエネルギー、ありがとう。色合ってるのか分かりません。活性化のエネルギー、いいと思います。ありがとうございます。はるかさん、ありがとうございました。村長は右利きですよね。ブレスして左手の方がガッチリして見えた。なるほど。左の方がね、やっぱりエネルギーが入ってくるのが強くなるんですね。高橋もありがとうございました。うさぎさんもミラクルラブいただきました。はい、ありがとうございます。東さんもエネルギーありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日もすっきりしゃっきりしました。よかったです。ありがとうございます。あきらさんのエネルギーで強さ、ユーモアセンス身につきました。いい感じ。ありがとうございます。ちょっと名前読めなくてごめんね。手がじんじん体がポカポカしも言ってますね。ありがとうございます。あきらさん、皆さん、今来たのでいらっしゃいませ。受け取りました。ありがとうございました。ラブいただきました。ありがとう。池江さんもありがとう。はい、ケイキさんも今日もありがとうございます。てけちゃんもありがとう。福村さんも強いエネルギーありがとう。こちらこそありがとうございます。みちみさんもありがとうございました。中田さん、なんか珍しい感じがする。ありがとうございます。細さん、ありがとうございました。まゆさん、ビリビリ受け取りました。言ってますね。ありがとうございます。皆さんもありがとう。はるいつさん、視界がぼやけました。なんかエネルギーを感じてますね。時間が経つと落ち着くと思います。ラスさんもありがとうございました。もう寝てしまいます。寝てください。森山さん、背中から腰の方が当たって、言ってますね。そこに必要ですけど。みきみきさん、強烈ありがとうございます。押される。押されてください。しおさんもありがとうございます。アッシュスタラ、じゃあ、はーちゃんもありがとうね。はい、マジックさん、今週は体調不良の反面でワンネスの感覚が降りてきてしょう。いいですね。そういうことも意味があるってことですね。いかりさん、体が温かくブレスするというのもありがとうございます。かしこまり、ありがとうございます。のんさん、はじめまして。ヒーリング受けられたかしら。はい、よかったらね、アーカイブでもいいので見といてください。カメさん、今日もありがとうございました。朝から片頭痛が出てたんですが、少し落ち着いた。よかったです。はい、
のらみちゃんもありがとう。セミヤルさんもありがとうございます。マジックさん、幸せ波動を受け取りました。ありがとうございます。これ読めない。RTUR クオイさん。あきらさん素敵です。すっきりしました。よかったです。ありがとうございます。これでも読めない私。はい、ということですね。そうなんです。こういうね、エネルギーってすごくいいんです。もちろんアーカイブで見ていただいても、このエネルギーをね、感じていただけるので、またちょっとエネルギー欲しいときにやっていただくといいんですが、この実際に生の時にですね、一緒にみんなの思い、ね、先ほど宇宙に向けてエネルギー流したりもしました。やっぱりこれ一人でやるよりもみんなでたくさんの人でやるといいんですね。一番多い時で110人ぐらいの方がいてくださいましたので、やっぱりみんな一緒にですね、エネルギーをこう送ったり共有するということがすごくいいので、またライブの時に来ていただきたいなと思います。今度は木曜日にやりますので、楽しみにしておいてください。はい、お疲れ様でした。ということでありがとうございます。ラブイもいただきました。はい、かなさんもありがとう。ミラクル言いついたら寝てください。ありがとうございます。ワンちゃんの調子が良くなるようヒーリング。ありがとうございます。嬉しい。眠り込んでしまった。ありがとう。大丈夫ですよ。ということで、みんなの幸せになって、ミラクルラーブということで、届いたかなということで、今日もありがとうございました。それでは皆さん、よく水を飲んで、ゆっくり寝てください。おやすみなさい。